皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回はこちら、画面にも映っているワイドエクストリームスタジアムを使って3人でベイバトルしていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。ではまずはこのワイドエクストリームスタジアムについてきた説明書の5ポイント制バトルをやっていこうと思います。3人でバトルをして最後まで勝ち残った1人に他2人の負け方によるポイントが全て入るというルールです。5ポイント以上獲得した人が勝利となります。ではそれぞれ使うベイ、せーの、じゃん。じゃあまず私がウィザードロット 960D いつもの。センターポジションがつぶやきさん太郎でドランバスター 160LF。 そしてチョメマルがコバルトドラグーン 160DB です。それではやっていきましょう。ファーストバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。まあこれはもう帰ってこないでしょう。はい、ということでエクストリームフィニッシュですね、これ。つまりダブルエクストリームフィニッシュで6ポイントなのでコバルトドラグーンの勝利です。一撃で決まった。今さ、多分だけどドランバスターが攻撃で相手をエクストリームしたのね。何にもしてないコバルトドラグーンが勝利。まあそういうルールなんだよね、このスタジアムは。あっけなさすぎたからもう一回このルールでやろうか。そうだね。で、あとね、今思ったのが、このエクストリームゾーンの壁がめちゃめちゃ分厚いから、一回落ちるとリバースめちゃしづらいと思う。そうだね、これもう帰ってこれないね、多分。そう、穴が深いんだよね。まあ普通のねスタジアムもエクストリームになったらなかなかリバースしないし、そういう作りなんだろうね。ではもう一回5ポイント制でやっていきましょう。ファーストバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。当たりに行きたいのに。よし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 。ということでオーバーフィニッシュが2回なのでドランバスターに4ポイント入ります。やったぜ。ただね5ポイント制なんでまだ勝利ではありません。あと1点。ここがオーバーだからね。それではいきましょう。セカンドバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。いやー、バスターにポイントされるとまずいぞ。バスターは巻き菱やめてやめて、挟まないで。止まったベイは取らないんだよね、バトル中は。でこうやってね中腹で結構止まったりするんだけど、挟まないで。回転吸収、どうだろう。回転吸収、巻き菱みたいなドランバスターが、回転を奪え。巻き菱みたいなドランバスターが効いて、スティーフィニッシュウィザードロットに1ポイントと1ポイントだから2ポイント。では行きましょう。サードバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。さあ当たりに行きたいのに一人でここいるよ。なんかピンポンのように飛んでってしまったが、さあバスターはここでスピンフィニッシュになってしまった。巻き菱にもなれないな。でここでロッドとコバルトドラグーンの持久戦だが、純粋な持久力ではウィザードロットの方が上。スピンフィニッシュ、これで1ポイントと1ポイントなのでウィザードロットに2ポイント、4ポイント4ポイントになりました。フォースバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。さあちょっと追うフィニッシュ気になったが、さあバスター、いや頑張れるか。頑張れないです。頑張れるかバスター。頑張れないです。スピンフィニッシュということでオーバーが2点、スピンが1点なのでウィザードロッドに3ポイント、合計7ポイントなのでウィザードロッドの勝利です。それでは次のルールに行きましょう。
次のルールは2勝選手というルールでやっていきます。3人でバトルして2回勝ったプレイヤーが勝ちです。ポイントとかじゃなくてどんな勝ち方でもいいから2回勝ったら勝ちっていうルールですね。それでは今回使うベース、せーの、じゃん。じゃん。さっきと変わらないウィザードロッ同じくドランバスター。ビットだけ変わったコバルトドラグーント LF だね。 LF。それでは行きましょう。ファーストバトルレディーセット3、2、1、ゴー。さあバスター果敢にされていくが、いやー相手がもう真ん中にしか。さあバスタースピンフィニッシュ。さあスピンフィニッシュ、ウィザードロッドが1勝です。セカンドバトルレディーセット3、2、1、ゴー。さあバスターがなかなか相手を外に出せない。さあバイタイガーもフラフラだ。ロッドだけがスピンフィニッシュ。ウィザードロッドが1勝、これで2勝なのでウィザードロッドの勝利です。はい、ということで先ほどまでの戦いを踏まえてもう一回2勝選手でバトルしていこうと思います。それでは皆さんが今回使うベイ、せーの、じゃん。ウィザードロッド 960B。 ウィザードロッド 360B。 ウィザードロッド 360B。 やっていきましょう。ファーストバトルレディーセット3、2、1、ゴー。真ん中前だ。真ん中前だ。意外と挟ま弾き合うな。れるとね、意外と弾き合うが、これ外でおとなしくしていたい。外でおとなしくしてるやつが一番強いかもしれない。うわー、やめてくれ。なんか弾き合ったぞ。なんか弾き合った。誰にも会いたくない。増えたくない。さあ緑が、あさあこれエクストリームだと勝った方、でもポイント制じゃない。ー、そうだ。ポイント制じゃない。関係ない。2戦選手だからどんな決まり手でも変わんないね。さあ360と960、純粋に言えば360の方が姿勢整いやすくて強いんですが、そう、俺のねロットが途中で緑のロットと結構激しいそうですねバトルを繰り広げてたから。スピンフィニッシュ、まずはこれ960、私のロッドが一緒です。セオリー通りにはいかないと。そうだね。それでは行きましょう。セカンドバトルレディーセット3、2、1、ゴー。いやー、いったけどおー、バーストフィニッシュ。いや、まずいぞ。巻き飯が中央陣取るなって。中央陣取るな。巻き飯が、わあ、まずい。巻き飯がやれさあ960側の方がー。いいぞエクストリームピンチ。いい仕事してるぞ。いや、960あー、側結構挟まれたくない。挟まれたくない。どうでしょう。今ので結構食らったか。いやー、しかし姿勢を整える勝負だと、うわー、邪魔。そうね、960側の方がちょっとスタミナがもうないように見えますね。お、いいぞ。そしてコツコツとぶつかっていけ。ぶつかられてスタミナが奪われていく。静かなバトルが、静かなバトルが挟め。ステーフィニッシュ。つぶやきさん太郎のウィザードロットに1ポイントというか1勝。よし。サードバトルレディーセット3、2、1、ゴーシュ。やだ、来ないで。あー、ぶつかり合いたくない。そうね。いやー、ぶつかりすぎだな。これ日和見をしてるやつが一番強い。そう。おお。やろう。いいね。走るんじゃない。いやー、それちょっとやばい。あいやー、まずい。2連続で衝撃が。いや、おとなしくしてたやつが一番強いんだわ。そうね。いや、多分真ん中挟まれるのもちょっとやばいよ。さあ、初めて真ん中での削り合いになったか。ふらついてる2人。これ9のやつが強そうだな。い今や、でもこれ巻き菱に当たるんじゃないか。これまず緑が倒れそうですが、さあ緑がほら、負けしだ。ゲームフィニッシュ。私の水渡る960のウィザードロットが2勝目ということで、今後バトルは私の水渡るの勝利です。やったー。
はい、ということで今回はワイドエクストリームスタジアムを使ってベイバトルをしてきました。いかがだったでしょうか。いやー、ちょっとね、コメントに困るような内容だったかもしれませんね。そうね。まあ我々は事前にコードダジュールさんに伺ってこのワイドエクストリームスタジアム販売前に先行体験させていただきましたが、コミュニティ投稿でそのことにも書いてありますが、そこに書いてあったこととほぼ同じことが今回動画の中でも起こったんじゃないかなと思いますね。まずはね、最初の方に使ってたこのドランバスターなんですけど、アタックタイプ全般が厳しいです。というのが、いろいろ理由があって、まず一つ目、相手をエクストリームフィニッシュとかオーバーフィニッシュで決めることができたとしても、その後に1機がベイ残っててスピンで回り続けてたとしたら、このベイで相手に2ポイント3ポイントの勝ち方をしたとしても、最後に回ってたベイにポイント総取りされるっていうところが厳しいです。特に今回の1戦目がそうだったね。ドランバスターがウィザードロッドをエクストリームして、自分もエクストリームしちゃったっていう状況なんだけど、あれ場面だけ見ればドランバスターが3ポイント取ってるじゃん。跳ね返ってドランバスターもエクストリームしちゃったんならロッドが3ポイントも取ってるみたいな状況なんだけど、あそこでお互いの3ポイントを取るのはアタックしてアタックを食らった2人じゃなくて真ん中にいたコバルトドラグーンというね。だからアタックで勝ってもそのポイントもらえないっていうね。そうなんだよ。最後に回り続けてたやつが一番強いからね、そこにポイントを漁振られるというかね、そういう言い方ちょっと悪いかもしんないけど、こいつが活躍したとしてもこいつのポイントにならないところが辛かったですね。あとはアタックタイプの挙動も厳しくて、スタジアム広いから当たりづらいです、まず。で、当たりづらいし、エクストリームラインに乗って気持ちよくエクストリームダッシュできるかって言われたら、ちょっとこの動きもね、あんまりしづらい印象がありましたね。っていうのと、エクストリームダッシュできたとしても、相手のベイが真ん中にいることが少ないです。というのが、スタジアムの傾斜が緩めで、結構ベイがこの辺でずっと止まったまんま回り続けるとかも起きやすくて、そこもアタックタイプが厳しい理由の一つになりますね。そう、今回ね、動画内ではあんまり発生しなかったんだけど、この辺とかこの辺とか平たい場所で、持久系のベイがこうグネグネしながらずっと本当に何十秒間も維持し続けて真ん中に来ないっていう現象は結構起こるんだよね。そうだからそれされるともうアタックは特にこっち側にでそれされるとこう右回転のアタックはもうアタックする術がないそうなんだよねっていうのもあるから、そこもねちょっと厳しい部分かなと思ったね。ともう一個、スタジアムが広くて当たりづらいっていうのもあるんだけど、スタジアムが広いことによる弊害がもう一つあって、当たったとしても距離が遠いんだよ。このエクストリームゾーンとかがめちゃめちゃ吹っ飛ばさないと相手をこの辺に叩き出したりできないから、スタジアムのこの広さがアタックが厳しいっていう理由を加速させてる要因にやっぱなってるなって思います。それにあれだよね、エクストリームダッシュをして攻撃しても真ん中にいる相手に当たってもこの壁の高いさエクストリームポケットにしか相手を飛ばすことができなくて、ここほぼ壁ないんだけど、このオーバーゾーンへの攻撃ってほぼ起こらない。エクストリームダッシュをしてしまうと。そうなんだよね。そこも結構アタック厳しい。ここの壁を越えるような打撃をしなければならないって思うと結構ハードル高いよね、勝つまでの。でさらにね、このエクストリームラインに乗りにくいならシュートパワーを調整して乗りやすくしようが今までのスタジアムだったらできたの。そうね。でもこのスタジアムでシュートパワーを緩くシュートするっていうのはすなわちどういうことかというと、2個目のベイに勝てる手段がなくなるってことなんだよね。もうヘロヘロになっちゃって、結局そのアタックで2回勝たなきゃいけないのね、1回のバトルの中で。それがなかなかもう難しいから、アタック勝つのちょっとハードル何個もありすぎだよねっていう。相手が真ん中にいて、でかつエクストリームダッシュとかで攻撃できて、ここの壁を越えることができたら勝てるかもしれないけど、それをもう1回やんなきゃいけない。そう、1回でも厳しいのを2回やらなきゃいけないっていうのがほんときついね。だからアタック使う人は本当に減るだろうねっていうのが正直な印象だよね。我々が最後にバトルしたのがまさにそういうこのアタックが厳しいっていうところを表してると思うけれど、アタックが厳しければ当然ディフェンスもいなくなるわけで、となればスタミナタイプが一番強いっていう風になっちゃうから、スタミナタイプ、特に今だったらウィザードロッドが一番強いスタジアムなのかなっていうのは正直思うところではあったかな。であとこれ俺の感想なんだけど、逆走やりやすいのよこのスタジアム。
うんだから結構俺のベイうまくシュートできてればこの辺にいることが多くて、もう当たれないんだよね、そこ行かれると。っていうのもやっぱアタック無理だよねにつながる。テクニックが増えれば増えるほどさらにアタックが厳しくなるから、まあそのコミュニティ投稿でも書きましたが、持久ベイが最も強いでアタックが最も厳しいスタジアムかなとは思いましたね。で、チョメマルがね、思ったことは、コートダジュールの時で変わった点としては、左回転のね、コバルトドラグーンが加わったんだけど、左回転で、その、3人バトルになることで、回転吸収とかもしやすくなって、最後生き残りやすいかなと思ったんだけど、多分そんなことはないのかなと思って。そうね、結構このドランバスターが途中で止まってしまってコバルトドラグーンとウィザードロッドの持久戦に結構なったと思うんだけれど、そこでも結局ロッドがほぼ勝ってて、左回転のアタックタイプだからといって、でもやっぱりアタックタイプだから厳しいかなって感じかな。なんか言ってしまえば通常のスタジアムよりもウィザードロッドに対抗する手段が少ないスタジアムっていうのが受けた印象かな。結果的にそれはロッドが強いよねみたいな。それに通常のエクストリームスタジアムの場合は1ポイントじゃんもらえて、ウィザードロッドってだから4回勝たなきゃいけないのよ、基本的には。でアタックはそのうちにオーバーとかで2回勝てばいいみたいなのがセオリーだったじゃん。そういうのはあったんだけど、このスタジアムだとポイント総取りとか2勝制とかだから、ロッドのそのポイントの不利、時給のポイントの不利が活かせてないんだよね。だから結局そのロッドも高ポイント取れるようになってたりとか、2回勝てばいいだけになるから、じゃあロッドで良くないですかになっちゃうのがそうなんじゃないっていうとこかな。帰結しちゃうよね結構。そう、1回でもこのスタジアム使った人は多分ね、もうロッド使いに変わっちゃうかなって思う。俺らもさ、そのコートダジュールの時にいろいろやってたのよ。これしたらでいいんじゃないか、これしたらいいんじゃないかとか、さっきこの動画外でもコバルトドラグーン2個入れてウィザードロッドと対抗したら勝てるんじゃないかとかもやってみたんだけど、きつかったね。結局そのロッドが勝つことが多くて、その最初のねドランバスターでバーンエクストリーム2個みたいなああいう事故が起これば勝てるかもしれないけど、あれバスターは勝ちにならないから、結局その残った人がウィザードロッドだったらそのウィザードロッドの勝ちになっちゃうしっていうのがあって、これを腕で改善できますよとか、いやこのベイを使えば全然勝てますよとかがあったら、ぜひねそれを教えてほしいし、それでこういったね、もしかしたら今後公式大会のそのワンベイとかいわゆる予選とかの時にこういうのが使われたりするかもしれないので、そこでねぜひ活躍してほしいなという願望はありますけれど、自分がいざ出るとなったら多分ウィザードロッドかなっていうのが正直な感想ですね。あと今予選っていう公式予選でもしこれを使うっていう風な話になったんだけど、結局ねでもこれを予選に使ったとしても長くなると思う。結構時間かかったよね。そのロッドがはびこっていると時間がかかっちゃうよねみたいな話があったりとか、リミテッドルールがね、リミテッドの意味が制限って意味が動物園の閉園時間までのリミテッドだったかもしれないみたいなのもあるんだけど、そういう感じでその時間かかるのちょっと大変だよねみたいな時に、これだったら1回で3人プレイできるからちょっと回転率上がるかなみたいな話はあるけど、この環境だと結局ロッドになっちゃうから持久戦自体は起こっちゃうかなっていう感じはするかな。あれだよ、あらかじめ言っとくけど、私はそのウィザードロッドの持久戦は良くないとは思ってないですからね。そこだけはあらかじめ言っとくんですけど、あれももちろんなんかルール違反とかじゃなくてちゃんとした戦術の一つですから、ロッドを使うことは別に私は何も悪くないと思っていますけど、ただこれだと結局その時間短縮っていう意味ではアタックタイプとか使ってバンバンってやられる方が時間的には短いかもなとは思いましたね。ただ家族とか友達同士とワイワイやる分にはいいのかなとは思ったけどね。3人遊べるしね、今だって例えば俺とチョメとつぶやきさん太郎の3人しかいないから、もしこれでさ普段遊ぼうってなったら1人幅にされちゃうから、そういう意味ではねこう3人で一緒に遊べるっていうのはいいとこかもしれないね。ということでいろいろと気になるところはありますが、ぜひねここのワイドエクストリームスタジアムで持久タイプ以外でも活躍できるよみたいなカスタマイズがあったらぜひそれを教えてほしいですし、皆さんもそれを探す旅みたいなこともしても面白いかなとは思いました。ということでこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバーイ。